はいどうも、秀樹でございます。おはようございます。で今回はどういう動画を撮っていきたいかと言いますと、いつもとあまり変わりはありませんが、1日密着動画を撮っていきたいと思います。1日の仕事の始まりから終わりまでを撮っていきたいと思います。空港に向かう前に自分はですね、いろいろな情報を確認していきます。まずはですね、まず飛行機の情報を確認していきたいと思います。会社支給の iPad があるんですけども、この中にですね、今回飛ばす飛行機の情報がありまして、何か壊れてるものがないかとか、そういうものを確認していきます。で、確認したところですね、一つ物が壊れてました。現在壊れているものはですね、TCAS fail って言いましてですね、この TCAS というのは Traffic Collision Avoidance System って言いまして、近くにタキがいるとですね、コックピット内のディスプレイに画面に表示されるんですね。でもその機能がないとなっております。で他にはこの TCAS には、この TCAS-RA とか言いまして、その飛行機同士が話し合ってですね、ぶつかりそうになったら、君は上昇して、君は下降してというふうにして、パイロットに直接回避操作を教えてくれます。その機能が壊れているというふうになりますね。で実際その壊れてたものをこの MEL というマニュアルがあるんですけども、Minimum Equipment List と言いまして、英語では A List of Equipment which can be broken。その飛行機ってなんか壊れて、それでいけないってなっちゃうと大変じゃないですか。たった一つのものが壊れたら、それで飛行機が出発できないとかなってしまうと、全然運航できないということで、この Minimum Equipment List って言いましてですね、もし物が壊れてても条件が整えば安全に飛行ができますよというものが出されています。でそれがこのリストなんですけども、で実際に今回のこの TCAS のところを見るとですね、 MEL がありまして、そこにはちゃんとシステムが、ディアクティベートされていることを確認してください。あとは運行中にこういう表示が出ますけども問題ありませんとか、注意するところとかいろいろ書かれています。で自分はこれをフライト行く前に確認していきますね。あとは飛行機で言ったら自分の飛行機がもうすでに空港にいるのか、それとも、遅れてきているのか、そういうのも確認したりします。そういうの確認を終えたらですね、あとは会社のマニュアルですね。会社のマニュアルをアップデートして、何か新しい情報がないかなと、そういうのも確認していきますね。で情報を確認すると、特に今のところはもうないです。はい、他には、気象ですね。気象では例えば参考に今自分は4フライトを開きますけども、今日の出発の空港の気象とあとはですね、空港の情報、ノータムというものですね。例えば誘導路が閉まっているとか、滑走路が閉まっているとか、滑走路のどっかのライトが壊れているよとか、そういうのも確認していきます。そういうのを見て、自分のフライトどういうふうに影響があるのかなどを確認していきますね。実際今ウェザーはですね、このようになっております。はい、ちょっと映ってるか分かりませんが、マージナル IFR といってですね、少し、天気が悪いでございます。風はそんなに強くないんですけども、雲は低いところにあるんですが、空港に進入する上での雲の高さでは全然低くはありません。で予報も見てですね、確認していきます。はい、どうやら今日の午後から、風が強くなってくるみたいです。はい、ノータムもたくさんあります。はい、こういう風にして滑走路が何が、はい、いろんなノータムがありますね。空港出ていく時の情報だったり、空港侵入する時の情報だったり、いろいろあります。でこれでまず全部確認してですね、で他には目的地の、気象ですね。今回はフレゾノという空港に行きます。何度も自分の、動画に出てきてるんですけども、フレゾノもどうやら天気はマージナル VFR という感じでみたいですね。予報も同じ感じで、今日はですね、サンダーストームがちょっと近くにある目的地の空港の情報も確認していきます。で気象はですね、もちろん目的地デスティネーションちょっといっぱいあるんで省略しますが、他にもいっぱいたくさん気象の情報があるので、それを全て確認していきます。出発地と目的地の間の気象の情報だったり、今日一日の気象がどういうふうに変わっていくのかなど確認していきます。なんか皆さんも見たことはあるかと思うんですけども、例えばこういう前線とか低気圧高気圧の位置関係など、そういうのも確認していきます。こうやって全部気象の情報を見て、全体的に今日一日どんな感じの天気になるのかを予想していきます。はい、こんな感じで気象を、空港の情報、飛行機の情報、あとは会社の、マニュアルなど全て確認してから空港に向かっていきます。こういうことを確認するのは自分たち前日にやっております。前日にやって、今日当日は軽く何か新しいの急に出てきてないかとか、そういうのを確認しますね。で、今から空港に向かっていくんですけども、空港に向かっていく前に自分はいつも、Before leaving my house checklist みたいな感じで
っております。どういうことか、そうですね、ちゃんと忘れ物がないように家を出る前に最後の確認をですね、自分はやっていきますね。例えば参考例なんですけども、フライトに必要なものとかはちょっと会社によってちょっと変わってくるかもしれませんが、この会社に全部必要なものがここに書かれてるんですけども、こっちの方にちょっと書き出したので、例えばまずはフォロー ID ですね、身分証明書が必要でございます。自分の場合はアメリカの、車の運転免許証を持っていきますね。あとは EFB Electronic Flight Bag、 要するにこの会社の iPad です。カバンの中に入っていることを確認して、で自分をこうやってチェックリストしていきますね。あとはポータブルチャージですね、モバイルバッテリー、会社支給のモバイルバッテリーがちゃんとカバンの中に入っているか確認していきます。でヘッドセットですね、管制官とやり取りの。でフラッシュライト、夕方になってくると外部点検するときにやっぱライトが必要なので自分の持参していきます。でパスポート、自分はこれにまとめてると言ったと思いますが、パスポートは国際線飛ぶ時に必要なんですけども、基本的に、持ち歩いております。でその次は FCC Radio License、こういう紙切れがあるんですけども、こういう感じの FCC Restricted Radio License Operator Permit と言いまして、無線証ですね。これは国際線飛ぶときに、どっちかのパイロットが持つ必要があります。ちょっとした違いなんですけど、日本ではこれテストを受けないといけないんですけども、なんか無線のテスト、アメリカそういうのじゃなくて、情報を記入して申請すれば簡単にもらえます。あとはライセンスですね。自分のこの ATP Airline Transport Pilot のこれモザイクかかってますけど、こういうライセンスがしっかり入っているのと、あとはメディカルですね。航空会社のパイロットとして飛べますよっていう体の健康証明書みたいなものです。でレベルがありますよね。ファーストクラス、セカンドクラス、サードクラスで3つあります。航空会社に飛ぶによってはファーストクラスが必要となっております。であとは会社のマニュアル、はさっきの iPad の中に入ってるんでこれで OK で、最後は会社のバッジも必要となってます。これ ID ですね。なので自分はこれ常にいつもかけてます。それが会社が提示している絶対持っていかないいけないもので、他には、自分個人的には例えばサングラスとか、あとはコンタクトレンズ、メガネ、バックアップで持ってってます。他は自分は個人的に持っていくものは日焼け止めとか、リップとか、あとはですね上空で食べるそうですねお菓子ですね。今日はなんかこの柿ピーが入っております。柿ピーと、さくちゃん、ランちゃんからもらったドイツのグミ、ちょっと見えないですけど、ドイツのグミが入ってますね今日は。あとはですね上空で食べるファーストクラスの機内食も準備しております。今回は何かと言いますと、おにぎりでございます。これ昨日作りました。何のふりかけかと言いますと、これはですね、昨日買った韓国のなんかふりかけです。H マートっていう韓国スーパーマーケットがあるんですけど、そこで買ったふりかけでございます。あとは耳栓ですね。これも大事でございます。こういうふうにして、自分全部この必要なものをこのノートにまとめて確認しております。でどうやら全て持っているようなので空港に向かっていきたいと思います。で空港の保安検査場を45分前に通過しないといけないです。で45分前に通過してチェックインしないといけないですね。で大昔は会社の事務所に紙をプリントしたりチェックインしたり出社していたんですけども、そんなする必要はなくてですね、もう直接会社のサイトに入ってそこでチェックインすればできます。飛行機のゲートに到着しないといけないです。ただいま空港に到着いたしました。今からですね保安検査場を通っていきたいと思います。 Let's go。ただいま飛行機に到着いたしました。先ほども言ったんですけども45分前に保安検査場を通ってですね、その後携帯でそうですね端末でチェックインをします。出社しましたよということを報告します。35分前には飛行機に到着してないといけないというふうになります。ちなみになんですけども、1日のお仕事の時はもうカバン一つで行っております。そんなに必要ないので、必要なものはこれで全部収めておりますね。皆さんご覧いただけた通りめちゃくちゃ雨が降っております。
はい、めちゃくちゃ雨が降っておりますね。あと他に話していなかったのがですね、ここでまた日系と外資のちょっと違いかなとなるところなんですけども、飛行計画書というものが作られます。そのディスパッチャーという、地上のパイロットと言われる方たちがですね、飛行計画書を作成します。でその飛行計画書はですね、大体その出発の60分前には作られています。たまにちょっといろいろ前後したりするんですけども、でそのディスパッチャーの人たちがですね、安全を第一に効率性とか快適性に配慮した、飛行ルートとか、高度を決めます。そうですね、一番揺れが少ない高度を選んで、かつ、燃費のいい高度ルートはもちろん、大体同じになってくるんですけども、今日みたいにちょっと天気が悪くなってでそうですね、雷雨などが航路上にあるとですね、ちょっとルートが変わったりします。あとはですね、燃料をどれくらい積むのか、あとは代行空港が必要なのかどうかなども決めていきます。でパイロットがそれが合っているかどうか、であと合意ができるかどうか判断して、合意できればサインしますね。でその飛行計画書を確認します。で日系とかはどうなのかというと、日系とかは出社したら会社の事務所に行きますよね。でそこで機長と挨拶して、気象とか空港の情報を一緒に確認したりして、でその後にその運航管理者との人たちとも話したりしてすると思います。でもアメリカの航空会社全部はそういうことはしないですね。もうたくさんの飛行機とたくさんの従業員がいるんで、自分の会社でも飛行機何機使ってるのか分かんないですけども、覚えてないですが結構数あります。全てオンラインです。ルートちょっとこれどうなんとか、燃料を増やしたいとか代行空港を付け加えたいとかなると、直接機長がこの飛行機内のコンピューターか、もしくは直接電話して、話して、その飛行計画書をアップデートしますね。今飛行機、作動し終えました。本日は4本あります。こちらサンフランシスコ国際空港から別の国際空港に行って、でまた帰ってきます。で帰ってきたら今度すぐサンフランシスコから今度またリノに行きます。でリノに行って帰ってきたら終わりでございますね。合計4本です。今から準備してフレゾノに向かっていきたいと思います。準備の一つとしてはね、ヘッドセット、これもつけていきます。イヤホン型になってますね、自分のは。これは以前の動画でご紹介したものとなっております。こちらのプラグを機体本体につなげます。ここにこんな感じにジャックがあるんでつなげていきます。ケーブルがですね、あんまり邪魔にならないようにクリップを使ってコックピット内の部分にはめていきますね。こんな感じにつけて邪魔にならないようにしています。あとはですね、機長とフライアテンダント、CA の方と合流してですね、3人でブリーフィングをします。でブリーフィング内容としてはですね、ちゃんと ID が持ってるかとか、体調面は大丈夫かとか、あとは今回のフライトのことですね、揺れとかサービスはいつできるのかとか、そういうものをお話しします。でその後に機長と今回のフライトの話をします。飛行機を飛ばす人と飛行機を監視する2つの業務に分かれます。で飛行機を操縦する方が今回のフライトをブリーフィングしていきます。ブリーフィングの内容としては、今回の気象の情報、氷ですね、着氷について話したり、あとは燃料について話したり、どのようにして滑走路まで行くのか、その空港の情報ですね、滑走路とか誘導路の閉まっているかどうかとか、そういうものをいろいろ確認していきます。滑走路を走っている最中にエンジンが壊れたらどうするのか、浮いた直後にエンジンが壊れたらどうするのかなども話していきます。他にはですね、この空港をどのようにして出ていくのかなどですね、方位とか高度とかそういうのを確認していきます。巡航中に入ったら機長といろんな話をしてですね、でまた目的地に近づいてくると同じように、目的地の気象の情報、どのようにし空港に入っていくのか、滑走路に降りてからどうやってゲートまで行くのかなど話していきます。常に話す内容としてはスレッドと言いますリスクですね。リスクっていうものは常に潜んでます。そのリスクをお互い話し合って何かないかで、そのリスクをあらかじめ、予想しておいてですね、準備していかにそのリスクを下げるのかっていうことを話したりもします。目的地に着いたらディーブリーフィングですね。それのフライトがどうだったかなども
話したりもします。そんな感じで、今回4本あるのでどちらがどのフライトをするのか分かりませんが、基本的に2本ずつ操縦します。それを4回することになります。ただいまフレズノの国際空港に到着いたしました。今回は自分が操縦したんですけども、ちょっと揺れましたが、問題なく到着することができました。で帰りも自分が操縦するんですけども、また揺れるかと思います。で後半の2つのフライトはキャプテンが飛ばす予定でございます。あと3本頑張っていきたいと思います。はいどうも、ただいま帰ってきました。無事4本フライトを終えることができました。前半の2本はですね、自分が飛ばしてジェットコースターのように、揺れましたね。でもそこまでめちゃくちゃやばいっていう感じではなかったです。で後半2本はキャプテンが飛ばしたんですけども、それもずっと揺れがある感じでしたね。で行ってる最中にですね、リノに向かってる最中にちょっとガスが多く積んでたためにですね、最大着陸重量を超えてたので、上空で2周ぐらいぐるぐる回ってガソリンを消費しました。15ノットぐらい速度が上がったり下がったりしてたんで、でもキャプテンがスムーズにコントロールして着陸しました。帰るはなぜかスムーズに出ていってサンフランシスコに到着しました。で最後にキャプテンとディーブリーピングちょっとして、木崎さんが降りていたので、バイバイって言いながら、で途中で自分は外部点検をして勤務はそれで終わりとなります。でおのおの家に帰るという感じですね。だから事務所に寄ったりとかしないです。こんな感じでしたけども、いかがだったでしょうか。またいろいろ動画上げていこうと思うので、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画で会いましょう。See you!